田植えからですね、3週間近く経ってますね。前回の動画の最後にですね、田植えが終わったら、できるだけ早く除草に取り掛かるって話をね、したんですけども、あれから1回もね、除草をしてません。はい、なぜかというと、あんまり草が生えてなくてですね、目に見てもよくわからないぐらいのね、草だったので、いろんな方式で除草しようと思ったんですけど、効果が分かりにくいなと思って、ある程度、草が生えた状態でね、除草しようかなと思ったんですよね。今日ですね、もう東京戻るんですけど、もう時間があまりないんですが、最後にですね、いろんな方式で除草してみて、本当触りですよね。効果はちょっとわからないです。効果は、例えば除草してですね、しばらく置いてみて、草が生えるかどうかっていうのをね、見ると思うんですけど、またはね、田んぼ何個か用意しておいてですね、同じような車田を何個か用意しておいて、で、比較実験するっていうんだったらね、わかるんですけども、これできないので、とりあえずね、除草できそうかどうかっていうのをね、それぞれの方式で、確認してみるぐらいのね、話になると思います。一番最後にね、念入りに除草してですね、1ヶ月ぐらいもせんからね、その間草がボーボーになったりしないように念入りに除草してから東京に戻りたいと思います。はい。それからですね、前回の田植えのすぐ後ですね、梅雨に入ってですね、かなり雨が降り続きました。で、結構ですね、雨が溜まってですね、苗が水に使えそうだったので、急遽ね、排水設備をちょっと作ったりとかですね、しまして、無事に生育しているという状況ですね。はい。で、余った苗がまだ残ってるんですけどね、あれどうしようかなって考えたんですけど、このまま置いててもしょうがないので、今向こうに管理機が見えると思うんですけど、近くにですね、ニンニクのね、畝があるんですよね。で、畝と畝の間に畝間があって、で、畝間はちょっと低くなってるんで、そこだけで管理機でちょっとだけ耕しました。で、そこにですね、今水を流し込んでます。なので、もうあてとかも作らなくてですね、簡易的なね、田んぼですかね、作って、そこに余った苗をね、どんどん、時間の許す限り植えようかなと思ってます。ちょっと後でね、お見せします。てな感じでですね、ちょっと最後ね、ドームの方に時間取られてしまったので、あまりできなかったんですけど、できるだけね、苗を無駄にしないようにというんでね、やってみたいと思います。はい、こういう感じですね。畝がね、こうあって、でその間に畝間ですね、ここを、耕してちょっとね、土をね、入れてやって、もう水平感が取ってないですけどね、でここに水をだーっと流し込んでやると。で、その子に余った苗を適当にポンポンポンと植えていく感じで、もうやるぐらいしかできないので、はい、それで、どれぐらい育つかわかりませんけどね。はい。こんな感じでやってみたいと思います。はい。で、こちらですね、これが排水設備ですね。で、梅雨でね、雨がバーッと降った時にですね、水が溢れそうになったんでね、これパイプを置いておいて、でここを越えたら水がダーッと流れているというね、そういうのを作りました。なので水が溢れたりとかね、溢れてあぜが決壊したりとか、苗がね、水没するなんてことは、ないと思いますね。はい。ちょうどね、今日、こちらはですね、梅雨が明けたようですね。はい。で、記録的なね、速さで梅雨が明けたということなんですけど、はい。水の方はね、井戸なんで、心配してないですけどね、何日かに一遍ね、水を入れるようにね、頼んでますんで、特に問題ないかなと思います。ここはね、除草剤も何も入れてませんから、田んぼに水を入れてからですね、すぐにカエルが、もうその次の日ぐらいにね、ゲコゲコ鳴ってて、鳴いてて、もううるさいぐらいだったんですよね。で最近声が聞こえないなと思ってたら、よく見るとですね、オタマジャクシはすごい大量発生してます。はい。
これですね。はい。これいつの間にね、卵産んだかわかんないんですけど、はい。こんな感じでね、あとはアメンボ見ますね。はい。まあ、何もね、除草剤とか、ね、お役立つかなければ、まあ、こんな感じになるってことですかね。はい。はい、じゃあですね、まず、除草実験ということでね、やってみたいと思います。はい、それじゃあですね、1番目の除草方式ですね。皆さんはアイガモロボットっていうのはご存知ですかね。アイガモ農法ってありますよね。まあ、あれはアイガモをね、田んぼに放して、まあ、除草してもらうっていう話なんですけど、あれをね、ロボットにしたっていうのがアイガモロボットですよね。で、原理としては、田んぼの中にね、土をね、かき上げたりするようなね、ロボットをですね、放してやって、でそれつをね、田んぼをこう走り回せることによって、田んぼの中の土をかき混ぜてね、水を濁らせると。でそれによって光合成できなくするというね、まあ、そういった方式ですよね。アイガモロボットじゃなくてもね、いろんな方式があって、例えばね、船ですね。船を走らせて、チェーンをね、引っ張らせて、チェーン除草っていうのをね、やらせると。チェーン除草っていうのはですね、チェーンを人間が引っ張ってですね、田んぼの土をね、こうかき混ぜて濁らせると。原理としてはアイガモロボットと一緒で、土をかき混ぜてあげると。っていうんですね。これをですね、何にやらせるかって話なんですよね。で、まあそういうアイガモロボットを作ってもいいんですけど、私はですね、昔ラジコンよくやってたんですけど、その時に持ってたラジコンのですね、ホバークラフトですね。こういう位置をですね、ちょっとやってみようかなと。で、後ろにこういうね、こう、まあ、ちょっとこれ、弱っちいんですけど、まあ一応、土をかき混ぜるようなものを、後ろにつけましたんで。で、これをね、走らせると。ちょっとやってみますね。はい、どうですかね。思ったよりもね、うまく走ったと思うんですけど、ちょっとね、事前に、湖でね、走らせる実験というか練習したんですけど、その時はうまく走らなかったんですよね。すごく
掃除が難しかったんですけど、田んぼ跡、何に引っかかるせいかね、うまく操縦できましたね。ただ、チェーンの代わりとなるものがね、いまいちのものだったので、ちょっと水が濁るまではいかないっていうかね、雑草の、芽とかをほじくり返したりするんですけどね、そこまではいかないですね。でもね、チェーンをうまくやれば、できそうな気もしますね。はい。ただね、これやっぱり人間が、掃除しなきゃいけないので、自動化という意味ではちょっとあまりよろしくないですね。ちょっとこれは、どっちかというと自分がやってみたかったという、そんだけのことなんですけど。ということで、1番目の予想実験でした。はい、それでは2番目のね、予想実験です。これは本当にもう効果を見るというよりはアイデアですね。で、これはですね、はい、車道の真ん中にね、杭立ててますけども、そこから、こう、紐でね、こういう感じで棒にくくりつけて、で、こういうふうにね、同心円状にこう回せるようにしておいて、で、この紐の途中にですね、これがさっきホバークラフトでやったね、チェーン助走ごときですね。はい。本当はちゃんとチェーンとかね、やるんですけど、そうじゃなくて、チェーン助走みたいな感じで、紐に先端にね、ちょっと重たい金属のものを入れておいて、結びつけておいて、で、これを水につけて、こう引っ張るんですね。人間がこう、回すと、チェーン助走ができると。はい。チェーン助走っていうのはね、普通のチェーン助走っていうのは人間がね、田んぼが入って、重たいチェーンをですね、引っ張るんですけど、それは結構やっぱりね、重労働ですよね。なので、それじゃなくてですね、もう田んぼの外から、こうぐるっとね、一周すれば全部予想できるみたいな感じのね、ことにすればですね、かなり楽になるんじゃないかっていうアイデアですね。はい。それはね、やるんだったらずっと全部ね、チェーンをやらなきゃいけないんですけど、今回そこまで準備してませんから、本当にね、こういうアイデアがあるぐらいの話なんですけど、でもね、田んぼの中入らなくていいのは楽だと思います。はい。あとこれもやっぱりさっきのホバークラフトと一緒で、ちょっとチェーンがね、軽すぎて、全然効果としてはあまり、実効性はないですけどね。ちゃんとやるんだったら、本当にチェーンをつけて、やるという感じになると思います。はい。はい、3番目の予想ですね。これですね。これも、チェーン助走と同じっちゃと同じですよね。結局はこうやってこうですよね。こうやって、土をかき回して、はい、濁らせてね、草が生えなくするというのもありますし、これはもうちょっとね、土にまでこう入り込みますから、生えかけのね、雑草をこう、取るということもできなくはないですね。はい。で、これ、ちゃんと間が空いてますからね、こう、稲もこうスルーと抜けていくと。はい。倒れるものありますけどもね、これはすぐ治るという話なのでね。はい。こういうんでね、ずっとこうぐるっと回ってもいいと思いますね。さっきの、紐でね、ぐるっと回るチェーン塗装やってましたけども、そのね、チェーンの代わりにこういうものを使ってもいいですよね。はい。とにかくこれで、田んぼをかき混ぜるっていうね。はい。というんで、チェーンなのか、こういう熊手なのかってね、こう、眼的なのかね、っていう気持ちがあるぐらいで、とにかく原理としては、土をかき混ぜるね。はい。で、生えかけのものがあったら、これで取る、雑草を取るね、いう感じですかね。でも今はね、もう、3週間ぐらい経ってるので、もう多分ね、草はね、
結構入ってるんですよね。この辺も入ってますね。はい。で、これだと、こうガン抜きだったぐらいで取れないかなと思います。はい。チェーンソーもこれもですね、結構初期の段階ですね。初期の段階の除草方式なので、まあ、もう2週間、3週間経っちゃうとね、あんまり効果ないかなと思います。はい。ということで、次行きましょうか。はい、次はですね、以前にですね、狩原駅のエンドエフェクトというものをね、動画を上げたんですけど、それをですね、まあちょっとね、利用しまして、こういう感じですね、電動のね、ドユードライバーの方に、こう、狩原駅のね、こう刃をくっつけまして、で、こう、ね、回るしたんですね。これを、もうそのまんまね、水につけてやって、はい。ちょっとこれ適当にやってんでね、緩んじゃうんですけど、まあ、本当はちゃんと締めればね、いいんですけどね。よいしょ。はい。おっと、出ちゃった。はい。ちょっとあんまり水の中でつけるような感じしてないんでね、あれですけど、はい。まあちょっとね、あんまりうまくいきませんけど、こうやってね、水の中に入れて、こう、ずっとこれ動かしてあげればね、苗のとこだけ、ね、外してあげれば、雑草もね、根も切れるし、水も濁らせるということでいいってことですよね。まあもちろんこれはこういう風なね、ロボットを持ってきて、こう、上からこう、ぐーっとね、動かすと。苗の場所をちゃんとね、知っておいて、そこを避けるとかね、AI で苗の位置をね、認識するとか、まあいろいろあると思うんですけど、うまくやればね、一番効果的なんじゃないかと思いますね。はい、ということでね、狩原駅を水中で動かすというのね、というアイデアでした。はい、ということでね、まあ、いろんなアイデアをね、ちょっとね、紹介しましたけども、まあ、個人的にはね、自動化するんだったら、やっぱり水中の貝原駅みたいなね、タイプがいいんじゃないかと思ってますが、ただまあ、それはね、まあ、今回まだ全然間に合ってませんので、とりあえずね、東京戻る前にちゃんとした除草をして1ヶ月ぐらいね放置しても大丈夫なようにねしておきたいと思います。でそれはですね、昔ながらの田車、はい、これですね。これ前ちょっと紹介したやつと違うタイプがありましたんでね、はい、こうやってですね、こういう感じですね。はい、これやっていけば大丈夫でしょう。はい、これでね、一通りずっと除草したいと思います。はい。はい、田車でね、一応一通りやりましたんで、まあ、これでしばらくは大丈夫だと思うんですけど、最後にですね、ちょっと賭けになるかもしれませんけども、やってみたいと思います。でこれはですね、何かというと、ロームの時に木をたくさん切ったんですけど、その時のですね、木くず、はい、これをですね、こう、ばらまこうかなと。何かというと、先ほどから話が出てるように、光合成ができなくするんですね。炭素分なのでね、あんまり良くない可能性もあるんですけど、まあ、これでね、光合成がを遮るほどね、水面を覆うかどうかっていうのはちょっと微妙な感じなんですけど、まあ、ないよりはマシかなって感じですかね。はい、巻き終わりました。竹の切りくずもね、巻いたんですけど、わかりますかね、この辺。あと、向こうの方ですね、巻いてます。この辺も巻いたかな。まあ、これでね、どれぐらい光合成をね、阻害するかわからないですけど、まあ、実験ですからね。はい。まあ、これがね、どうなるかっていうのをちょっとね、確認したいと思います。
もしするとね、悪影響があったりするかもしれませんけどね。はい。まあいいでしょう。あとは残ったこの苗ですね。これをこっち側に植えますけど、どれぐらいできるかですかね。まあちょっとやってみましょうか。まあこれはおまけですね、おまけ。